皆さんごきげんよう。天ぷら from Japan のゆうです。本日は河川敷に来ております。何をしに来ているかって、もちろん天ぷらの材料を拾いに来ています。どうですか皆さん、この景色。一面に菜の花が咲いています。菜の花は地中海が原産地と言われ、日本には平安時代に伝来したと伝えられています。ざっと1000年以上前にはすでにあったということですね。菜の花の種は絞ることで油を取ることができます。菜種油として日本でも販売されていますね。花も非常に綺麗ですので、菜の花畑として観光で有名な地域もあったりします。ここも綺麗ですが、東京から行ける範囲ですと小湊鉄道に乗りながら見られる花畑も有名です。ということで早速撮っていきたいと思います。こうやって見渡してみますと、すでに花が咲いている株が非常に多いですが、日本では一般的に花が咲く前のつぼみの状態で食べることが多いです。この時期にスーパーに行っても売られていますね。本日はこの自生している菜の花、農薬も多分使われていない無添加有機栽培のものを収穫していきます。こうやって見ると花は咲いていてもつぼみも意外とありますね。こうやって日陰になりやすい場所は少しつぼみの割合が多いような気もします。他の植物もそうですが、つぼみはやや苦いものが多い気がします。なのでこの菜の花も少し苦みがありまして、なんというか大人な味なんですよね。菜の花を摘んでいたらこちらを見つけました。皆さん何だと思います？日本ではカラスのエンドウと呼ばれています。日本ではエンドウ豆という豆がありまして、これを茹でて塩で振ったものはビールに欠かせないのですが、これも小さな豆がなるつる性の植物です。このカラスのエンドウは茎が太くなると火を入れてもなかなか食べられないんですが、この時期の先っぽの方は茎も細くて柔らかいですし、苦味もないので食べやすいんですよね。これもいただいていきましょう。そしてこちらも見つけました。タンポポです。タンポポも食べられますよね。タンポポコーヒーも有名ですが、本日は天ぷらの材料としていただいていきたいと思います。場所によってはもっと葉がしっかり育っているのですけれども、ここのタンポポは葉が小さめですね。あまり大きくなると繊維質で食べづらくなるかもしれませんし、このくらいの大きさのものを持ち帰ってこちらも食べてみたいと思います。あとはこちら、ノビルですね。ニラとネギの間のような匂いがします。薬味として使用することができますので、こちらも少しいただいていきましょう。はい、これだけ取れましたので持って帰って早速調理したいと思います。はい、ということで帰ってまいりました。野草が山盛りですね。これを先ほどもお話ししました通り、天ぷらにしていきたいと思います。取ってきた野草をまずは水で洗います。つい最近まで寒かったのが暖かくなって、一気に小さな虫たちも元気になってきましたね。ちょっと取りすぎちゃいましたかね。結構量がありますけれども、しっかり、ホコリも含めて、こうやって洗い流していきたいなと思います。洗い終わったら油を温めつつ衣を作ります。衣の作り方は簡単です。小麦粉と冷水と卵を混ぜるだけですね。いい感じに冷たい水がなかったので、今回は氷水にしています。この冷たい水がポイントで、小麦粉にはグルテンが含まれていますが、これが衣を作る際に入れる水が温かいと粘りが強くなります。粘りが強くなるとサクサクの衣にならなくなってしまいますので、冷たい水を作ることで衣に粘り気が発生するのを防ぐわけです。グルテンの割合が低い薄力粉を使うのがポイントですね。油も温まってきましたので、そろそろ揚げていきたいと思います。洗った上にこれら野草自体も水分を含んでいるんで、結構跳ねるんですよね。まあやってみましょう。はい、こんな感じで1分も揚げれば十分ですかね。本日はですね、天ぷらをそのまま食べるというのではなく、そばと一緒に食べていきたいと思います。天ぷらを使った料理というと、天ぷらうどんや天丼が有名ですが、天ぷらそばも有名です。皆さん、そばはご存知ですかね。そばというのは日本では昔から食べられているのですが、そばの実を粉にして作るものですね。そばの有名な産地はあちこちありますが、長野県の戸隠のそばはすごく美味しいですね。本日はこのようにそばを茹でまして、そばにつけるつゆを準備しまして、天ぷらを添えたら完成です。天ぷらをつゆにつけつつ、そばと一緒に食べます。天ぷらは揚がった段階で中の水分が飛んでいますので、このそばつゆが染み込んで油菜の苦みとそばつゆのうまみが合わさって、苦いけどうまいという味わいが生まれています。またサクサクという食感がいいですね。カラスのエンドウの天ぷらはやはり苦みがなく、子供でも簡単に食べることができます。タンポポはこちらもやや苦いですね。苦みランキングでいうと、菜の花、タンポポ、カラスのエンドウというところでしょうか。菜の花はつぼみが固まっているので、やはり厚みがありますので、結果苦みも感じやすいのかなと思います。ということで、本日はその辺の川で拾ってきた草で美味しい天ぷらそばをいただきました。
今回の動画を面白いと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それじゃあまたね。